あなたが何気なく食べているその食事は本当に安全だと言い切れるでしょうか。2025年7月、中国陝西省西安市、病院のロビーにはまだ幼い子供を連れた何組もの家族が押し寄せていました。子供たちはいずれも隣の甘粛省で同じ幼稚園に通う子たち。下痢や食欲不振、口臭、癇癪、この異変は数ヶ月前から現れていました。検査で判明したのは鉛中毒。251人の園児のうちなんと247人に血中の鉛濃度の異常が確認されたのです。なぜ子供たちは揃いも揃ってその症状に見舞われたのか。地域でも高級園として知られていたその幼稚園は給食に力を入れており、 SNS では色鮮やかなメニューがアピールされていました。実はその美しい色の正体は絵の具だったのです。247人の子供たちを中毒に陥らせた絵の具入りの給食。なぜ幼稚園の食事に決して食べてはならない鉛が混入していたのか。子供を守る立場の大人が子供の健康よりも優先していたものとは。おさすけちゃんです。やみやみこれというやみこさん、僕ね、最近驚いたことがあって、中国の友達がいるんですけど、上海出身の、全然知らなかったことがあって、中国の中でも、上海とそれ以外の中国で話す言葉が違うらしいの。知ってた？なんかさ、台湾とかね、あれ別に中国と思うか思わないか人によると思うんですけど、なんかその反対字とか反対字とか、そう、そこぐらいは知ってたわよ。知ってたんだけど、香港も違うの。香港と上海と、いわゆる広東語みたいなそういうやつ。全然わかんないですけど、なんかそんなことあるんだみたいな。こっちで言う関西弁のなんでやねんがこっちだとなんでだよが。そのレベルなのかな。これとちょっとね、日本人で例えるとどれぐらい違うのかっていうのを、確かにちょっと詳しい方いたらね、ぜひね、ちょっとコメント欄で教えていただければと思います。というわけで今回はそんな中国の幼稚園で起きた驚愕の事件をご紹介します。これも本当にね、本当は笑っちゃいけないんですけど、やばすぎ。この幼稚園ではなんとね、園児に出す給食に絵の具で着色してね、多数の中毒者を出してしまうとね、もうバカなのかなっていうね、恐ろしい事件。笑っちゃいけないんでしょうけど、それこそ幼稚園児でもわかるじゃない、絵の具食べちゃダメだなんてさ。もうこれ本当にね、開いた口が塞がらないってこういうことなんですよ。これ幼稚園の関係者には子供たちのね、健康をそっちのけにしてでも欲しいものがあったんです。そしてこの事件が明るみに出る前、子供たちの体には少しずつ変化が起こっていたんです。異物に侵された子供たち。2025年5月、中国甘粛省天水市のとある民家では、幼い娘を前にした母親が困ったようにため息を漏らしていた。やっぱりどれだけ磨いても口の匂いが気になるわね。少し前から娘の口からは何かが腐っているかのような強烈な匂いがしていた。母親は歯ブラシや歯磨き粉を変えるなど、あの手この手でその口臭を直そうとしたが、何をしても効果はない。虫歯は見当たらないのに、そう言いながら娘の口の中を覗き込む母親。確かに娘に虫歯などない。しかし母親は気づいてしまった。娘の歯茎が黒く変色していることに。その母親が娘の歯茎の変色に気づいたのと同じ頃、その子が通うフーシーペイシン幼稚園では同じく体調に異変を見せる子供が相次いでいました。餃子が好きで一度に10個も食べていたのに、最近は 3,4 個でやめてしまう。すぐ泣いたりわめいたりし、下痢も続いた。半年前からずっとお腹が痛い、足が痛いと言っていたが、地域の診療所では成長痛だから心配ないと言われていた。以前は静かな子だったのに、この数ヶ月理由もなく怒り出すようになった。靴を履くように言っただけで癇癪を起こす。症状は様々でしたが、同じ幼稚園の園児たちが揃って何らかの異変を見せていたのです。子供に異変を感じた保護者の中には当然病院へ連れて行った人もいたのですが、多くの場合問題は見つかりませんでした。そして診断結果に納得がいかなかった保護者の一人は、地元病院ではなく隣の陝西省西安市の病院まで行くことに。すると地元では正常と診断されていたその子供は、西安の病院では重度の鉛中毒と診断されたのです。血中の鉛の濃度が440、天水の診断では103となっていたのに。血中の鉛の濃度は地元の診断と比べて数倍の数値になっていました。ちなみに血中の鉛濃度の正常値は100マイクロパーリットル未満。診断された440マイクロパーリットルという数値は鉛中毒の中でも重度に分類されます。なんで病院によって検査にそんなさ、数値の差が出んの？それも気になるところではあるんですけど、まず鉛がね、人体にどのような影響をね、及ぼすのかを知らないと、この事件の恐ろしさっていうのも理解できないと思います。というわけで本日のメトラキーワード、鉛中毒について。
鉛中毒とは、体内に鉛が入り込み血液や神経、内臓に悪影響を与える中毒症状のこと。初期には腹痛や下痢、食欲不振、イライラ、集中力の低下など他の体調不良と見分けにくい症状として現れることがあります。鉛は塗料やガソリン、工業製品など私たちの生活に近い場所でも広く使われてきた金属ですが、有害と分かった現在では多くの国で使用が厳しく制限されています。鉛の怖いところは、カルシウムや鉄、亜鉛などと似たような振る舞いをして体内の様々な場所に入り込むこと。園児の一人に見られた歯茎の黒い変色も鉛が沈着した結果でした。鉛は本来ならカルシウムなどが働くはずの場所に入り込み、細胞の信号伝達や酵素の働きを邪魔してしまいます。子供の脳はまだ発達途中にあるため、この影響を受けやすく、学習能力や発達に支障が出る恐れがあるのです。体に必要なミネラルのような顔をして入り込み、細胞の働きそのものを邪魔していく。これが鉛中毒の恐ろしさです。西安の病院で子供に検査を受けさせた保護者によって異変の正体が鉛中毒だということは瞬く間に拡散されました。2025年7月1日には食品の安全検査などを行う市場監督管理局と警察へ保護者が通報。子供たちが通う幼稚園への調査が入ります。そして調査結果を待つ間にも保護者の間には不安が広がり、多くの人がこぞって西安の病院まで検査を受けさせに行きました。すると案の定、園児たちからは次々と血中の鉛の濃度に異常が見つかったのです。最終的に異常が見られた人数は在園している251人のうち247人に、その他教職員28人にも異常が見つかりました。247人に影響が見られたってもうさ、ほぼ全員じゃないのよ。かなりの長期間さ、給食に絵の具入れてたってことよね。まあそうなりますよね。なぜこの幼稚園はね、健康被害があると分かりながらも給食に絵の具を混入させていたのか。子供より大事なもの。当局が調査を進めると、フーシーペイシン幼稚園で園児たちに鉛中毒が相次いだ原因は園で出されていた給食やおやつだと判明しました。問題となったのは3色夏目蒸しケーキ、トウモロコシ粉巻きソーセージパンなど、いずれも色鮮やかな見た目をしたメニュー。それらの食品に対しこの幼稚園はあろうことか工業用の顔料、つまり絵の具やインクなどの原料で色付けをしていたのです。国の基準では食品に対する鉛の含有量は 1kg あたり 0.5mg まで。しかし顔料で色付けされたそれらのメニューに含まれていた鉛の量はその2000倍以上に達していました。3色夏目蒸しケーキには 1kg あたり 1052mg、 トウモロコシ粉巻きソーセージパンには 1kg あたり 1340mg。 もはや食品とは呼べないレベルの鉛が含まれていました。問題はなぜ幼稚園の食事に絵の具の原料などが混入していたかということ。その理由はこの幼稚園の経営戦略にあったのです。フーシーペイシン幼稚園は2022年8月に開園したまだ新しい幼稚園。多言語を扱うバイリンガル教育を掲げており、地元では学費の高い高級幼稚園として知られていました。その分園児募集のハードルも高かったと考えられ、園長のジュは日々入園希望者を募るために思案を巡らせていたのです。そして2024年初頭、ジュはこう思い至ります。給食の見た目が良ければ保護者へのアピールになると。何？絵の具を入れて給食を映えさせて、それで入園希望者を増やそうとしたと、そんな身勝手な話ある？子供の健康よりも利益優先っていうところがね、本当に最悪だし、しかもこんなのバレるし、いつか絶対。ちょっと言葉選ばず言うと、本当に頭が悪いなっていうかね、何にも物事を考えてない人たちなんだなっていうのが率直なね、印象です。それまで園で出される給食やおやつの着色料には野菜や果物由来の無害なものが使われていました。しかしこの頃から園長10の指示によってより色鮮やかな工業用顔料を使用するように。顔料は水で希釈して小麦粉などに混ぜられ、週に 1,2 回のペースで給食やおやつとして出されていました。職員はそれらを写真や動画に収め SNS で発信。見た目の美しいその給食で入園希望者を増やそうと試みたのです。その色とりどりの食事を何も知らずに喜びながら食べていた園児たち。まさか意図的に絵の具の原料を食べさせられていたなどと彼らには知る由もありませんでした。ちなみに使用された顔料は厨房のスタッフが購入しており、彼らはその袋に食用負荷、鉛含有と書かれていることも認識していたといいます。事件発覚時には厨房にあった顔料をスタッフが隠蔽しようとしたとも。そのことも彼らが食品に混ぜてはいけないと分かりながら顔料を混入したことを物語っていました。さらに事件は園内だけの問題では済みませんでした。ここまでご覧いただいた視聴者の皆さんの中にはもうお気づきの方もいるのではないでしょうか。幼稚園の職員以外にも不審な動きをしている者がいることに。
幼稚園の関係者でもないのに事件に関与した人物がいるの？別に利益をもらえるわけじゃないでしょ、何の関係があってそんな協力なんてしてんの？最初の場面で違和感を覚えた人も多かったはずなんです。なぜ子供の異変に気がついた保護者はわざわざ隣の省の病院まで行ったのか。癒着と腐敗。最初に説明したように事件発覚のきっかけは保護者が地元の天水第二人民委員での診断結果を信用できず隣の陝西省西安市の病院へ行ったこと。血中の鉛の濃度が440、天水の診断では103となっていたのに。保護者は天水での診断では異常なしとされた血中の鉛の濃度が実際は数倍の異常値になっていることを目の当たりにしました。この事実が物語るのは天水の病院が診断結果を改ざんしたこと。そもそも保護者がその診断に違和感を覚えたのは天水の医師が検査結果は正常でしたと口頭で伝えただけで診断書を渡そうとしなかったためでした。それは天水第二人民委員が改ざんした結果を伝えており本来の診断結果を見せたくなかったためと考えられるのです。診断書が改ざんされた園児は少なくとも2名、さらに事件が発覚するまでの1年間でこの病院は他にも5人の園児の血中の鉛の異常を確認していました。その5人についても病院は幼稚園への警告などの対応を何も取らなかったといいます。このように園児たちの異変に気づきながらも対処しなかったことについて病院幹部5名が調査対象に。公式発表では病院と検査課の管理の混乱、職員のトレーニング不足、公共衛生意識の欠如などが原因とされています。しかし本当にそれだけだったのでしょうか。そして不審な動きをしていたのは天水第二人民委員だけではないのです。2025年7月初頭、事件が明るみに出され風刺ペイシン幼稚園の園児に対する一斉採血の検査が行われていた頃、ある保護者のもとへ一本の電話が入った。甘粛省執行センターのものです。お子さんの検査についてお知らせの電話をさせていただきました。検査の結果、お子さんの血中の鉛の濃度は正常とされましたのでご安心いただければ。淡々と説明する検査当局の職員。しかし電話を受けた保護者は機嫌そうに顔を歪ませていた。検査結果が正常だっただと？息子はまだ検査を受けてすらいないのに。一斉検査が行われたのは2025年7月2日3日の2日間。保護者の証言によればその間まだ検査が終わっていない園児に対してまで検査結果は正常だったと知らせる電話がかかってきていたといいます。なぜそのような手違いが起こるのか、こうは考えられないでしょうか。どのような検査結果が出ても正常だったと伝える決まりになっていたと。一斉検査を行ったのって市の行政機関でしょ？これ事実だったとしたらさ、この改ざんが市民に対する裏切りよこれ。もしこれ本当にね、ただの手違いだったとしてもね、意図的じゃなかったとしても、それにしてもやっぱずさんですよね。さらにね、検査当局はこの他にも検査結果の隠蔽とされるような動きをしていたんです。園児たちの一斉検査を行った甘粛省執行センターには誤った検査結果の通達以外にも不審な点がありました。血中に溶け込んだ鉛はその多くが赤血球と結合します。しかし当局は赤血球を分離させた上で検査を実施。赤血球を除いた上積みだけが検査にかけられた結果、実態よりも低い数値が記録される不備があったというのです。なぜ医療機関や行政機関にこれだけ次々と検査や対応の不備が見つかるのか。皆さんはこのことに対して本当に担当者が混乱していたことやトレーニング不足が原因だと思うでしょうか。断定はできませんが、不祥事を起こした幼稚園と裏でつながっていた可能性は十分にあります。なぜなら風刺ペイシン幼稚園のオーナーリーは以前から行政機関への賄賂を送っていたから。オーナーのリーから接待を受けた市場監督管理局の職員は普段の食品安全検査について一応やったくらいのレベルの形式的なものしか行っていなかったといいます。顔料が給食に使われ始めた際、オーナーはそのことが明るみに出されないよう行政へ根回しをしていたと考えられます。それどころかオーナーのリーは区の教育局にも賄賂を送り、幼稚園の無免許営業を見逃してもらっていました。そう、この幼稚園は給食に関する不祥事以前に幼稚園として営業していること自体が法律に反していたのです。このほか天水の病院を信用できなくなった保護者が西安へ押し寄せた際には天水市の職員が現地へ説得しに現れたという証言も。地元なら治療費は無料ですが西安だと自費になりますので。そう言って地元の検査機関へ引き戻そうとする職員に保護者はもはや幼稚園と一緒になって真相を隠そうとしているとしか思えなくなったといいます。これらの事実や証言などから幼稚
稚園オーナーと行政の癒着があったことは明白。一方で病院の検査結果改ざんなどと幼稚園との関与は明かされていませんが、これだけ不審点が重なっていることを見ると全く関係がないとも思えません。2026年6月現在、警察は幼稚園のオーナーと園長、厨房スタッフを含む6人に対し有毒有害食品製造罪の疑いで刑事手続きを進めている最中。行政医療関係者についても最終的に計17名が調査対象となっており、今後のそれぞれの処分に注目が集まっています。バイリンガル教育を売りにしていた高級幼稚園が絵の具の原料を子供に食べさせていた。保護者は高い学費を払って安心を買っていたはずですが、関係者が守ろうとしたのは子供たちではなく、あくまで園の利益でした。保護者は子供を守るために幼稚園を信じ、病院を信じ、行政を信じた。しかし今回の事件ではそのいずれもが機能していなかった。もしそんな状況に陥ってしまうとしたら、私たちは一体何を信じればいいのでしょうか。おっそっす。皆さんいつもアルゴメトリーを見ていただいてありがとうございます。というわけでね、我々ね、夏にも差し掛かろうというところで、この度ね、ちょっとアルゴメトリーの視聴者さんからオンラインサロン、秘密結社アルゴメトリー入りたいんだけど、なんかどんな動画があるかね、わからなくてね、お金かかるの不安っていう方もいらっしゃったんで、今回ね、7月末までにね、入会した方限定で、1週間分のね、無料期間を設けさせていただいてね、そこでこう、お試ししていただいて、気に入ったらね、ご継続いただけるっていうね、キャンペーンを用意させていただきました。オンラインサロンもね、もうかなりのね、期間をね、運営してますので、今ね、アルゴメトリーに上がってないね、オンラインサロン限定の動画なんとね、120分を超えました。というわけでね、オンラインサロン限定なんで、ちょっと過激な動画だったりね、YouTube に上げられないようなものばかりなんですけど、そちらもね、興味ある方はね、ぜひこのキャンペーンをね、利用して、秘密結社アルゴメトリーに入会してみていただければと思います。改めてね、7月末まで入会の方限定なので、ちょっとね、迷ってる方とかはね、試しにね、入ってみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで、引き続きね、アルゴメトリー、そして秘密結社アルゴメトリーをよろしくお願いします。あなたは身近な人に負けたくないと思ったことはありますか。2024年4月20日、アメリカテキサス州ベイタウン、交通事故の通報を受け、警察官数名が現場に到着しました。彼らの視線の先には大破した1台の車、中に動いている人影を見つけ急いで駆け寄ります。すると運転席の男が銃を手にしていることに気づきました。銃を捨てろ！男は数人の警察官に一気に銃を向けられたことで、おとなしく持っていた銃を手放します。運転席から男を引きずり出し、車内を確認する警察官。なんだこの子は。男が運転していた車の中には、大怪我を負った一人の成人女性と腐敗臭を放つ瀕死の少女がいたのです。事故車両の中から発見された瀕死の少女。腐敗臭を発するほどの傷を負ったその原因とは。少女はあることをきっかけに、最も身近な人物から嫉妬の刃を向けられていたんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。